どうも IS チャンネルです。三陸海岸の美しい景色を見ながら食事やスイーツを楽しむことができる近郊型機動車を魔改造し、運転台がありエンジンを積んでいないけれど食堂車の厨房のあるキクシという形式がある東北エモーションを紹介します。乗車日は2023年の9月22日ですので、動画中の情報は乗車日の情報となりますので、これから乗車する方は JR 東日本の乗って楽しい列車のサイトも合わせてご確認ください。東北エモーションは毎日運転ではなく、半年ごとに金土休日が中心の運転日のカレンダーが発表されます。また半年ごとにシェフとメニューが変わります。東北エモーションは団体専用列車で全車指定席で、八戸駅の1番線から11時6分に発車します。1番線の駅名標は隣の駅が長縄城のみ書かれているので、八戸線の専用のホームです。東北エモーションの先頭車です。先頭車の左側には東北エモーションのヘッドマークがついています。こちらは東北エモーションの編成表で3号車が先頭車です。東北エモーションの編成を3号車の先頭車から見てみましょう。3号車はキハ110、701で両側に運転台がありオープンダイニング車両になっています。2号車はキクシ112、701で富士側の片側に運転台がありレセプトカウンターとオープンキッチンのあるライブキッチンスペース車両になっています。入り口はこの1箇所でレッドカーペットが敷いてあります。1号車はキハ111、701で八戸側の片側に運転台がありコンパートメント個室車両になっています。最後尾の1号車にはテールランプが光っています。2号車のレッドカーペットが敷かれた入り口はこんな感じで10時55分までドアが開きません。ドアが開いたので車内に入ってみましょう。1号車はこのように個室が並んでいます。1号車の個室はこんな感じで青い革張りのボックス席です。ボックス席の上の壁面の布地は福島の刺し氷のようになっています。個室の入り口右側にはクローゼットがあります。個室の扉はこんな感じで下の方は開いています。2号車側の車端部にお手洗いがあります。お手洗いの中はこんな感じです。2号車は入ってすぐにレセプションカウンターがあり、その隣にオープンキッチンがあり、その奥はオープンでないキッチンになっています。レセプションカウンターからキッチン全体を見渡すとこんな感じです。オープンでないキッチン部分には4つのイラストマップのパネルで目隠しされていて、手前は観光のイラストマップです。次のパネルは
工芸のイラストマップです。次のパネルは食べ物のイラストマップです。最後のパネルはこれらを一体化させたパネルです。3号車はオープンダイニング車両で、左側の海側には4人掛けのテーブル席が3席と、右側の山側には2人掛けのテーブル席が4席あります。3号車の前方のデッキには車椅子対応のお手洗いがあり、中はこんな感じで広々しています。今回は行きは3号車のオープンダイニング車両で、テーブルには人数分の食器などがセットされていて、テーブルには敷紙が敷かれ、ナプキンの上にメニューがあり、食器とおしぼりがセットされています。そして東北エモーションが八戸駅を出発し、駅員さんや食堂車のスタッフの方や一般の方までお見送りをしてくれました。行きは八戸を11時6分に出発すると、久慈駅に13時2分に到着するまでノンストップです。改めてテーブルのセットを見てみましょう。敷紙はこんな感じで、上にはいろいろな人や動物が楽しそうに歩いていて、下は東北エモーションを全く感じさせない3両編成の列車が描かれています。箸袋は紳士がワインを飲んでいる絵に横文字で東北エモーションと書かれています。ランチメニューを見てみましょう。メニューの左側はコースメニューで、右側は飲み放題の飲み物のメニューになっています。まずはシュワッと青森シードルをいただきます。そしてほどなく前菜の入った黒い箱が運ばれてきます。箱を開けてみましょう。箱の中身はこんな感じで、前菜が4種類入っています。左上はテリーヌ、ラパンです。右上はイカのマリネです。左下はブランダードのクロケットで、赤パプリカとバジルソースでいただきます。右下は枝豆の冷製スープです。前菜を食べていると、サメ駅を通過した頃で、海側にはウミネコの繁殖地の羽生島神社が見えてきます。美しい海が見える区間はこのように徐行運転します。そして美しい海を堪能できるサービスで列車が停車しました。前菜が終わると、魚料理のパン粉とチーズを乗せた生地をタイの上に貼り付けて焼き上げ、グリーンピースのピューレ、シャンパンのクリームソースでいただくタイのビエノワーズが運ばれてきます。魚料理と一緒に温かいパンが運ばれてきます。橋上駅で運転停車をして、キハイ130系の2両編成の上り列車の 442D 普通八戸行きと列車交換をします。魚料理の後にはクレソン、アスパラ、くるみ、チコリ、マッシュポテトとオリジナルソースが添えられた肉料理の比内鶏のコンフィが運ばれてきます。橋上駅を発車してしばらく走ると広野町に入り、沿線の方々が大漁旗と手を振ってくれて、広野エモーションなどの上りがはためいています。このように海岸線スレスレを走る区間もあります。
しばらく走ると旗がいくつもはためいているところがあり、沿線の方々が手を振ってくれます。肉料理の後に何やら玉手箱のような箱が運ばれてきます。箱を開けてみましょう。箱を開けると、食後のお口直しのプティフールのカカオのチェイル、チーズケーキ、チュロスの一口焼き菓子が出てきます。プティフールを食べ終わる頃に終点の久慈駅では、この列車が到着した後すぐに発車するキハイ130系の2両編成の上り列車の 446D 普通八戸行きが隣のホームで出迎えてくれました。久慈駅には13時2分に到着しました。久慈駅で一息つく東北エモーション号です。久慈駅では折り返しの14時18分の10分前の14時8分に改札が行われます。久慈駅は有人駅で切符の販売窓口があり、その上に時刻表があります。久慈駅の駅舎はこんな感じで、左側に三陸鉄道の久慈駅の駅舎があります。久慈駅の駅前にある駅前デパートはこんな感じで、駅前一等地にありながら廃墟感がたっぷりです。三陸鉄道の久慈駅の駅舎の前には噴水があります。こちらは三陸鉄道の駅舎内にある立ち食いそば屋の三陸リアス亭ですが、名物駅弁のウニ弁当を販売していますが、この日のウニ弁当は完売していました。久慈駅からの帰りは1号車の個室に乗車しました。帰りのテーブルのセットはこんな感じで、テーブルには敷紙が敷かれ、箸の上にナプキンがあり、ナプキンの上にメニューがあり、デザート用の食器とおしぼりがセットされています。行きの列車で飲み放題のアルコールを飲みすぎ、思考回路がかなり低下していて、メニューはこの部分しか撮影していませんでしたが、この他にオードブルが生ハム、シーフードマリネ、ナッツの3種類のメニューが下に、アルコールのないソフトドリンクのメニューが右にあったと思います。個室にゆっくり座って発見することが2つあり、1つは通路側の座席に窓があり、窓を開けると料理が置けるスペースがあります。もう1つはテーブルの下の引き出しを開けるとボールペンと絵はがきのノベルティが出てきます。まずはデザートのアソートプレートが運ばれてきます。左側は抹茶のアイスクリームです。真ん中はムースフレーズで東北エモーションの板チョコが飾られています。右側はチーズケーキです。オーダーブッフェのスイーツメニューは写真入りになっています。とりあえず6種類全部頼んでみました。フルーツショートケーキです。山ぶどうのシフォンケーキです。ガトーショコラノワールです。リンゴのビクトリアサンドイッチケーキです。マンゴープリンです。グレープフルーツのジュレです。そしてオードブルも3種類全部頼んでみました。生ハムです。海鮮マリネです。
ナッツです。帰りの列車も橋上駅で運転停車をしてキハイ130系の2両編成の下り列車の 445D 普通久慈行きと列車交換をします。帰りの列車は行きの列車では停車しなかった種差海岸鮫本八戸に停車し種差海岸に停車します。種差海岸を発車します。帰りの列車も美しい海を見ながら走ります。鮫では隣のホームでキハイ130系の2両編成の下り列車の 1447D 普通鮫止まりの列車が折り返し列車になるのを待ちながら出迎えてくれます。鮫を発車します。本八戸の手前で謎の高架橋が近づいてきて線路を剥がされた状態で単線なのに高架橋は複線の奇妙な区間を通過します。ようやく複線の高架橋の本領を発揮し列車交換設備のあるちょっと近代的な有人駅の本八戸に到着します。本八戸を発車します。本八戸を出発し馬淵川を渡ると八戸線は単線ですが単線の貨物線が平行に走り複線非電化の区間を走る錯覚を覚える区間をしばらく走ると八戸貨物ターミナルが近づいてきて線路が複雑になります。右側に東北本線側の八戸貨物ターミナルの複雑な線路と青い森鉄道の架線柱と東北新幹線の防音壁と架線柱が見えると八戸に近づきます。終点八戸の1番線に到着します。最後に八戸の2番線から東北エモーションを3号車から見てみましょう。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。